昨日あなたが何気なく SNS に投稿した写真とか文章ってありますよね。ええ。日常的に皆さんやってらっしゃることですよね。はい。でも実は今年から、自分で証明できなければ嘘だと思われるっていう、そんな時代がすでに始まっていることに気づいていましたか？まあ毎日使っている私たちにはちょっと見えにくい部分ではあるんですけど、でも今、プラットフォームの根幹、つまりその情報をどうやって信じるかっていうルールそのものを書き換えるような大きな地殻変動が起きていますよね。そうなんですよ。ちょっとこれ大げさに聞こえるかもしれないんですけれど、ええ。ただ楽しく日常の出来事をシェアしていただけなのに、ある日突然アカウントがペナルティを受けたりとか、もしくはせっかく築き上げてきた信用をゼロにされたりするっていう。本当にある日突然起きる可能性がありますからね。ですよね。なので今回は SNS における AI 生成コンテンツのラベル表示義務化と、私たちが今すぐやるべき自己防衛策についての徹底解説です。よし、このちょっと難しそうな状況を紐解いてみましょうか。はい、よろしくお願いします。まず大前提として、なぜ今この話題がなんか急激に現実味を帯びているのかっていうところなんですけど。急に言われ始めた気がします。そうですよね。実はその震源地はヨーロッパにあるんです。2024年の3月に EU で世界初の EU AI 法というものが成立しまして。ほうほう、EU AI 法。で、2026年現在すでに段階的な施行に入っているんですよ。この法律の革新というのは非常にシンプルでして、はい、どんな内容なんでしょAI が生成したコンテンツには透明性の義務を課すというものなんです。う？透明性の義務。それはつまり AI で作ったものにはこれは AI ですって明示するラベルを貼れっていうことですよね。まさにその通りです。で、それに伴ってメタとか YouTube、あと TikTok なんかの主要な SNS が2025年から一斉にラベル表示の義務化と AI の自動検出アルゴリズムを導入し始めたんです。なるほど。でもそこでちょっと一つ素朴な疑問があるんですけど、はい、なんでしょそれってあくまで EU のヨーロッパの法律じゃないですか。う。日本に住んでいて、しかも日本語で発信している私たちになんでそんなに直接的な影響があるんですか？それはすごく素晴らしい視点ですね。結論から言ってしまうと、SNS という空間には国境がないからなんですよ。国境がない。はい。プラットフォームの運営側からすれば、じゃあ EU 圏内のユーザーにだけそのルールを適用しようってシステムを切り分けるのは技術的なコストがものすごく高いんです。なるほど。しかももしそこで漏れがあって EU の規制に引っかかってしまったら、もう巨額の罰金が課されるリスクがあるわけですよね。なるほどな。ちょっと例えてみると、世界中がつながっているものすごい巨大な高速道路に、ヨーロッパがここを通るなら AI 申告の ETC カードをつけれって強力な料金所を作ったようなものですよね。すごくわかりやすい例えですね。だから運営会社は、この車は日本から来たから ETC なしで通していいよなんて、いちいち国ごとに道を変えてはいられないと。その通りです。だから結局、日本人を含む全ユーザーに同じルールを適用しているってことなんですね。まさにその感覚です。こういうグローバルなプラットフォームにおいて、最も厳しい規制が事実上の世界標準になってしまう現象を、ブリュッセル効果って呼んだりするんですけど。ブルッセル効果。へえ。ただ、ここで非常に興味深いのはですね、テクノロジーの進化に法規制が慌てて追いつこうとするこの構図って、歴史上初めてのことではないんですよ。過去にも何か似たようなことがあったんですか？はい。1990年代後半のフォトショップなどの写真加工ソフトが普及し始めた時期を思い出してみてほしいんです。フォトショップ。はいはい。誰でも簡単にデジタル写真を加工できるようになって、写真は真実を写すものだっていう前提が一度崩れ去ったわけですよね。確かに。今でこそこれ加工でしょって笑って言えますけど。そうですよね。でも当時はどこまでが本物なんだって大混乱だったんです。メディア各社がガイドラインを作って、社会全体がこれは加工かもしれないっていうリテラシーを獲得するまでに、実は10年以上の歳月がかかっているんですよ。10年ですか。結構かかりましたね。でもフォトショップの時は10年待てたわけじゃないですか。なぜ今回はこんなに世界中が慌てて法律まで作って対応を急いでいるんですか？それはもうスピードと規模、そして対象の広さが当時とは桁違いだからですね。桁違い。はい。フォトショップはあくまで人間の手作業でしたけど、AI は1秒間に何万というコンテンツを自動で生成できちゃいますよね。確かに。
しかも写真だけじゃなくて動画、音声、テキストといったもう全てのメディアが対象になっているんです。それがプロの目で見ても判別できないレベルに達していると。なるほど。それは怖いです。だから社会が自然に適応するのを待っていたら手遅れになるって世界中の政府が強い危機感を持った結果が今のこの待ったなしの状況なんですよね。スケールの違いがそのまま規制のスピードに直結しているわけですね。じゃあここからは少し視点を変えまして、リスナーのあなたのお財布とか信頼に直結するもっとミクロで生々しい影響について掘り下げていきたいんですが。はい。実は今クリエイターとかインフルエンサーの収益に非常に直接的な影響が出始めてるんです。収益にですか？EU AI 法の対象となる企業ってヨーロッパだけでも1万社以上に上るんですよ。なのでビッグテック企業は軒並み AI コンテンツの検出システムに数百億円規模の投資をしています。数百億。すごい額ですね。それに伴って2026年に入ってからブランドとか広告主の審査基準が明確に変わってきたんです。審査基準が変わった。どういうふうにですか？ AI の開示が適切にされているアカウントを優先して広告案件を発注するっていう新しいブランドセーフティの基準を設ける企業が急増しているんですよ。ちょっと待ってください。それブランド側からすれば AI を使っているけどちゃんとラベルを貼っている人よりもそもそも AI を一切使っていない人に依頼したいんじゃないですか？理想論で言えばその通りかもしれませんね。はい。ただ現実問題として今のクリエイティブツールには多かれ少なかれ最初から AI の機能が組み込まれてしまっているんですよ。なるほど。例えばフォトショップの生成塗りつぶしとかスマホのカメラの高度なノイズカンセリングとかもそうですよね。確かにスマホで撮るだけでも勝手に補正されたりしますもんね。そうなんです。だからブランド側が本当に恐れているのは AI を使っていること自体ではなくてですね、はい。AI を使っているのにそれを隠蔽して後からバレて炎上するリスクなんですよ。うわー、なるほど。だからこそ透明性がコンプライアンスの絶対条件になりつつあるわけです。いやー、もしフォロワーが何万人もいるようなクリエイターがPR 投稿実は AI で作ったんじゃないかって炎上して案件を失ったら、それだけで何十万円っていう損失になりますよね。SNS の収益に依存している人にとってはもう致命傷じゃないですか？おっしゃる通りです。ただここでさらに厄介な問題がありまして、何でしょう？プラットフォーム主導の自動検出システムには現在災害の脅威となりつつある欠陥があるんです。欠陥。もしかして誤判定ですか？はい、その通りです。自分は全く AI なんて使っていない純粋にスマホで撮っただけの写真なのにアルゴリズムが勝手に AI 生成っていうラベルを貼ってしまうケースです。それ、海外でもたくさん報告されてますよね。でも、これどうしてそんなことが起きるんですか？ AI ってそんなに精度が低いというかバカなんですか？いえ、AI がバカというよりは検出の仕組みそのものに限界があるって言った方が正確ですね。仕組みの限界？AI の検出アルゴリズムって人間が見ているような画像の意味とか文脈を理解しているわけじゃないんです。彼らが見ているのはもっとミクロなピクセル単位の配列とか肉眼では見えないデジタルノイズの規則性なんですよ。ピクセルの配列ですか？はい。例えば人間が普通のカメラで写真を撮ると光の反射なんかで微細なランダムなノイズがどうしても乗るんです。はいはい、わかります。でも AI が生成した画像っていうのはそのピクセルが数学的に予測可能である意味綺麗すぎるんですよね。綺麗すぎる。なるほど。そこで問題になるのが人間がスマホのアプリで肌をきれいに補正したり明るさを過剰にいじったりした場合なんです。それをやると元のランダムなノイズが消えてしまって AI が作ったような数学的に綺麗なピクセルに近づいてしまうんですよ。うわ、そういうことか。じゃあ、アルゴリズムから見れば、ちょっと強めにビューティーフィルターをかけた自撮りとか、光の当たり方が完璧すぎる料理の写真なんかも。AI の出力結果と同じに見えてしまうことがあるんです。それで勝手に AI ラベルを貼られるなんてたまったもんじゃないですね。まさにそこが、プラットフォームが数十億円を投じても 100% の精度が出せない理由なんですよ。しかも、アルゴリズムに、この人は AI 使用を隠蔽しようとしたって判定されると、シャドーバン、つまり表示回数が激減するペナルティを受けるリスクまであります。ひえー、それは最悪ですね。じゃあ、どうすればいいんですか？だからこそ、最大の防衛策は、プラットフォームの機能を使って、自ら先回りしてラベルを貼ることになるんです。なるほど。
でも、ここでリスナーの中にはこう思う人もいるはずなんですよ。はい。もし、私が、これ AI で作りましたとか、AI ツールで補正しましたって正直にラベルを貼ったら、フォロワーから、なんだ自分で作ってないじゃん、手抜きだなって思われませんかと。その不安はすごくよくわかります。インターネットって本当に容赦ないじゃないですか。正直に言ったせいで、初期の反発を受けて、アカウントが潰れちゃうリスクはないんでしょうか？ AI イコール手抜きっていうレッテルを貼られる恐怖ですよね。確かに短期的には一部のユーザーから冷ややかな目で見られる可能性はゼロではないと思います。ですよね。でも、この問題をより広い視野で捉えてみましょう。長期的なデータを分析すると、実は全く逆の現象が起きているんですよ。全く逆ですか？どういうことでしょう？複数の調査で出ているんですが、AI ラベルを正直に貼っている発信者に対するユーザーの長期的な信頼スコアって、ラベルなしで発信して後から疑われる人はもちろん、全くラベルを貼らない一般の発信者よりも高くなる傾向があるんです。正直に言った方が信頼が高くなるんですか？はい。ここで働くのが心理学でいうハロー効果というものです。ハロー効果。ある最大多特徴に引きずられて全体の評価に影響が出るっていう心理効果ですよね。その通りです。この場合、非常にいい意味でのハロー効果が働くんです。へえ、この人はわざわざ自分にとって不利になるかもしれない AI 使用の事実を正直に申告している。ということは、この人が発信するレビューとか意見とか、他の情報もきっと嘘のない誠実なものに違いないって。なるほど。そうやってユーザーの無意識化で信頼が増幅されるんですよ。つまり一時的なバズを狙ってこそこそ隠すよりも誠実さをアピールする方が結果的にアルゴリズムからのペナルティも防げるし熱狂的なファンも残るっていうわけですね。まさにそういうことです。じゃあそれを踏まえた上で具体的に私たちが今日からやるべき防衛策を整理していきたいんですが。はい。まず防衛の第一線は各プラットフォームの UI 設定を見直すことです。今日スマホの設定画面とか投稿時の詳細設定を開いてみてください。はい。AI 生成コンテンツの開示というオプションがどこにあるかを確認するんです。インスタグラム、YouTube、TikTok、それぞれ場所は違いますけど、投稿する前にオンにできるトグルスイッチが必ず用意されています。まずはボタンの場所を知ると、そして少しでも過度な加工とか AI 機能を使ったらアルゴリズムに見つかる前に自分から申告するわけですね。ええ。なんかあれですね、空港の税関で見つかって怒られる前にすいませんちょっと歪んだリンゴ持ってますって自己申告するみたいな感じですよね。ああは、まさにその通りです。自己申告はアルゴリズムに対して私はルールを守る善良なユーザーですよっていう強力なシグナルになりますから。なるほど、大事ですね。そして防衛の第二線がプラットフォームの機能だけに頼らずキャプションや概要欄に自分の言葉で一部に AI を使用していますって一言添えることです。自分の言葉でですか？はい。無機質なラベルだけじゃなくて自分の言葉で明記することで先ほどお話ししたハロー効果をさらに高めることができるんです。設定ボタンをオンにして自分の言葉でキャプションにも書く。これなら特別なソフトを買ったりしなくても今日から5分で実践できますね。誰にでもすぐできます。そして最後に防衛の第三線として少し視座を上げて知っておいてほしいキーワードがあります。それが C2PA という企画です。 C2PA、アルファベットと数字ですか？なんだか急に専門的な響きになりましたね。言葉自体はちょっと難しく聞こえますよね。でも概念はすごくシンプルなんです。ほうほう。画像や動画のファイルの中にこれは人間がカメラで撮影しました、 AI は使っていませんっていう証明書を目に見えない電子署名として刻み込む技術のことなんですよ。電子署名。はい。Adobe とかカメラメーカーなどの企業連合が今主導して開発を進めています。目に見えない証明書ってそれどういう仕組みなんですか？メタデータと暗号化技術を組み合わせているんです。写真を撮った瞬間にカメラのセンサー情報とか位置情報、編集履歴なんかが特殊な暗号としてファイルそのものに織り込まれるんですよ。ファイル自体にですか？ええ。これによって後から誰かがその画像を改ざんしようとすると暗号のチェーンが壊れて、あ、これは偽造されたものだっていうのがすぐにわかるようになってるんです。なるほど。ここでちょっと意地悪な質問をしていいですか？はい、どうぞ。もし私がその C2PA で保護された本物の画像を自分のスマホの画面に表示してそれをスクリーンショットで撮ったらどうなるんですか？スクショって新しい画像ファイルとして保存されるから元の暗号化されたメタデータって全部剥がれ落ちちゃいますよね。非常に鋭い指摘ですね。実はおっしゃる通りでして、
現在のメタデータベースの追跡における最大のアキレス腱がそのスクリーンショットなんです。やっぱり。スクショを撮られたり、あるいは一度アナログで印刷して再スキャンされたりすると、現在の技術では証明書のチェーンが途切れてしまうんですよ。じゃあまだ完璧な防御策とは言えないんですね。現段階ではそうですね。だからこそ C2PA の企業連合は、今、ソフトウェアだけじゃなくて、ハードウェア、つまりカメラのセンサーとか、スマートフォンの OS レベルで、この証明機能を作り込もうと急ピッチで開発を進めているんです。なるほど。根っこの部分から固めようとしているわけだ。さらに、目に見えない電子と足、ウォーターマークですね。これをピクセル自体へ直接埋め込む技術も併用され始めています。そうか。今はまだ過渡期だけれど、数年後には私たちが全く意識しなくても、人間が作った証明と AI が作った証明が自動で分類される時代が来るってことですね。間違いなく来ますね。だから今、この仕組みの存在と技術の限界を知っておくだけで、将来ルールが完全に変わった時にパニックにならないに済むわけだ。そういうことです。テクノロジーが進化すればするほど、最終的に問われるのは、発信者の透明性を保つ姿勢になりますから。透明性を保つ姿勢？ええ。世界的な投資家であるウォーレン・バフェットがかつてこう言いましたよね。評判を築くのに20年かかり、壊すのに5分もかからないと。評判を築くのに20年、壊すのに5分。これ、SNS における信頼も全く同じですよね。本当にその通りです。これからは情報の出骨を問う時代であり、同時に私たちが自分の発信に責任を持つ時代なんだなってすごく実感しました。今日たった一度の不誠実な投稿で長年築いたアカウントが消し飛ぶこともあれば、逆に今日設定画面を開いてラベルを貼るっていう一つの選択で新しい信頼が積み上がることもあるわけですよね。ええ。まさにその分岐点に私たちは立っていると思います。いやー、この話を聞いていて、最後に一つリスナーの皆さんと一緒に考えたいなと思ったことがあるんです。何でしょうか。画像も動画も文章も全てが AI で完璧に、しかも一瞬で作れるようになるこれからの時代。私たちが本当に価値を感じて、これは間違いなく人間が作った本物だなって心を動かされるものって一体何になるんでしょうね。深い問いですね。それはもしかすると流暢すぎる台本にない今の私たちのような言いよどみであったり、文章の中に残ったちょっとした不格好な表現であったり、あるいは論理的には少し飛躍しているような熱量みたいな、AI なら絶対にやらないような最適化されていない人間臭い欠陥や不完全さになっていくのかもしれないですよね。完璧であることよりも不完全であることが本物の証明になる時代ですか。あなたは明日から自分の発信にどんな人間らしさを残しますか？それではまた次回の徹底解説でお会いしましょう。